こんにちは、モノパレットのアギンとリムとゆきみと画面外の3部です。ということでですね、今日は、画面外の3部に関するクイズを持ってきました。ほう題して中卒常識クイズこのワード聞いてもね、どういうことかと思うかもしれないんですけど、何を隠そうこの3部中卒なんです。高校ね、6年間通って卒業してません。高校6年間やばい。やばいね。いわゆるみんながね、これまでやってきた宿題とか課題みたいなうんものあるじゃないですか。あれも小学校3年生からやってません。普通の学校で、小学校、中学校、高校ね、これ通ってきた人が普通に得てる知識、僕は持ってないです。まあそんな僕に、いわゆる常識クイズを出したら、どんな答えが返ってくるのかっていうね、その回答を皆さんに考えてもらおうと。はい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 わゆる勉強しないと得られない知識っていうのを確実にやるんですよ。はい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 。じゃあ早速やっていきましょうか。第1問、2分の1割る2分の1はという質問を、サンブさんにします。サンブさんは何と答えたでしょうか。こんくらいわかりそうだけどな。大丈夫ですか。リムさんから出していいよね。はい、こちら 0.5。はあ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 。これはどういう計算結果で 0.5 になったと思うんですか。これは1を割って、多分半分や 0.5 やっていうことですね。1を半分にしました。あーなるほど。またそういうことね。深読んだね、ちょっとね。深読みしました。じゃあ次、アゲインさん。はい。2。これはどういう結果でたどり着いた。これは2分の1割る2分の1じゃないですか。で、これなんかかけるみたいなことを、なんかその割り算の場合、分数の割り算の場合は掛け算をするみたいなところは多分覚えてたと思うんだけど、なんか多分変なところをちょっとかけちゃって2になったんじゃないかなっていう。なるほどね。うん。じゃあ、ゆみさんいきます。はい。1分の1。あー、なるほどね。そう、1にするという概念を分かってなくて1分の1にしてるんじゃないかなと。なるほど。分数って言われてるから分数のまま回答しちゃったってことか。なるほどね。まあ、ある意味正解ではあるけれどもってことそう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 。じゃあ、早速正解見ていきましょうか。はい。2分の1割る2分の1は何でしょ書いてみますね。う。はい、2分の1って下が2ですか。ノーヒントです。2分の1で2分の1を割ったら、ちょっと待ってくださいね。これ図で考えます。これバカむずくないですか。いや、これもやり方さえ知っときゃできるんですよ、こんなもんは。でもやり方わかんないです。4分の1。不正解です。ほらな。はい、ということで正解は4分の1でした。1個。図で考えるって何？いや、図を書いてよりわかんなくなりました。半分にしたのをまた半分にしたってこと？じゃあ第2問。はい。2分の3リットルのお茶を4分の1リットルずつ飲むと何日で飲み終わるでしょうという問題です。はい、じゃあリムさんからお願いします。12日。お、これはですね、どういう考え方ですか。これまず2分の3なんですけど、溢れてます1個、でそれを4分の1なので、この1個を4分の1分割しました、全部そしたら12になったので12日かかります。なるほどなるほど。ぽいぽいぽい。はい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 。じゃあ次、アゲインさん。はい。僕は4日です。はい、どういう計算しました。僕はさっきも溢れてるっていうのが出てたんですけど、はいまず2分の3で溢れてるんで、これを1とします。で、1とした場合、これを4分割して4分の1でしょ。で、4分の1ずつ飲んでいったら、言ったらこれが4日かかるよっていう。はい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 。4分の1日ってことですね。なるほどですね。じゃあ最後にゆみさん。 2分の3溢れてるじゃないですか。うんうん。まあ、じゃあないものとして扱おうと。溢れてるからね。はいはいはい。じゃあ、1日で飲み終わるからもう飲み終わってんじゃね？まさかのなるほどね分数で回答せず。じゃあ回答いきましょうか。2分の 2分の 3？ はい。ってことはこれは1と2分の1。1と1本と半分残ってると。あ、わかった。はい、どうぞ。6日。正解ではーす。はい、ということで正解は6日でした。わかるんだ。まあ正解しちゃいますよね、そりゃ。なるほど。分かる問題もあるんだね。もちろんもちろんもちろん。なるほどなるほど。舐めてたわ。はい、じゃあ第3問、教えるの英単語を書きなさいという問題をサムさんに出しました。何と答えたんでしょう。ちなみに書けば、ちなみに普通の回答わかる？教える？あれ教えるってなんだっけ？ティーチ。あれこいつ俺より早いぞ。わかる。じゃあリムさんからはいいきましょうか。回答ドン。ティーチャー。あー、なるほどね。先生の方に。 T は分かって、これ茶はもうそのままです。茶いいやる茶じゃないで、R の発音のただの R、ティーチャー。なるほど。じゃあ次、アゲインさん。はい。僕はこちらです。プレイ。
ういうことですか？いやなんかほら言ったらさ「レッツプレイ」みたいなことを言ったりとかするじゃない、はいはい、でなんか教えたりとかするときにはい「レッツプレイ」みたいなことをよく言ったりとかするのをなんか聞いてて、なんかそれをこう回答にしたのかなっていう、雰囲気ね。そう雰囲気、なんか聞いたことあるなみたいなところで、うんはいじゃあ次ゆきみさん。これはもう教えよ。おしや教えよ。教える教えよ。神様の名前みたいな。回答いきましょうか。はい綴りがわからんのよな。はいできました。はいどうぞ。ああ惜しい。惜しい？不正解です。はいということで正解の T 惜しいのか合ってましたけど最後愛が多かったですね。あ、意外とかけるのね。愛が違うなら合ってないんよ合ってはないんよ。じゃあ次行きましょうか。はい。第4問。1個前の5000円札が誰の肖像画が描かれていたか。俺らもわかんないこれあげんから言った方がいいな。これバカにしすぎやろじゃあ俺からアゲインさんから回答、はいどうぞ。卑弥呼。なんかやるか。じゃあ、続きましてゆきみさんにしましょうかね。まあこれもアゲインと一緒の、はいまあ、考え方で、まあ、知ってる偉人を書くだろうと、はいはいまあピカソですね。書いた後に気づきましたこれ。日本円じゃない。いやでもむちゃくちゃかっこいいデザインのお札になってそうやな。じゃあ続きましてリムさんの回答どうぞ。ガンジこれ日本円なんだよ。日本円なのよ。 5000円言うてるやこれも後で気づきました日本円だ日と。本円じゃんって。つ。はいじゃあ答えで揃いましたんで正解の方発表したいと思います。どうぞ。いや男なの分かったんですよ。はいはいどうぞ。二戸部稲造。おー正解ですね。えマジで正解です。やばくね？えすごい。はいということで正解は二戸部稲造でしすた。ごい頭いいって。すごい。普通にすごい。俺分からんかったんちなみに。俺も分からんかった。じゃあ次の問題いきましょうか俺。たちの方がアホみたいな。ね今んとこそうやからいきます第5問。清とイギリスの間で1840年から行われた戦争は何でしょう。はいじゃあ回答いきましょうか。じゃあゆきみさんの回答どうぞ。はい。秦っていうのはまあ中国ですよね。そうですね。でもそれを秦を分かんないんじゃないかなと思って。あ中国ってこと。はい。でイギリスと秦の戦争でイギリシン戦争。あでもめっちゃありそうこれめっちゃありそう。はい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 、これで当てに行きました。はい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 これで。じゃあ次アゲインさんの回答どうぞ。僕もなんかそんな感じで組み合わせた感じではいはい。新イギリス戦争ああ。新をまあ新しいの方で考あーえちゃった系のね回答です。でもどっちもありそうやなこれ。なんか掴んできてるね。やろ？はい。じゃあ最後リムさん。これはねサンブさん意外と知ってるアヘン戦争。なるほど。おー単純に正解を正解の方いきはいます。はいはいはい。それじゃあちょっと回答正解いきましょうか。秦中国かはいイギリスと中国。イギリスっすよね。はい。はいどうぞ。アヘン戦争。おー正解。ほら来たはいということで正解はアヘン戦争でした。リムちゃんやったぞやっと1ポイント取った。結構わかるんだな。なんかね雑学みたいな感じで言われると雑学系はいけんのね。なるほどなるほど。第6問。初代アメリカ大統領は誰でしょう。答えそうじゃない？これでしょ。オッケー。はいじゃあゆきみさんからペリー。開国してくださいよ。外国してください。船で来たよ。それでは次アゲインさん。シュワちゃん。大喜利だよここ。なめてるやん。当てにいってはもうこれ。シュワちゃん生きとんのよまだ。はいじゃあリムさんの回答。ダメだ。お前は大喜利な。反対にするとペンギンになるやつ。これやばいな。大喜利やん。ま
まあ実際の、正解はワシントンはいでしたっけ？ワシントン。になりますね。それではじゃあ正解見ていきましょう。知らね。これかな。リンカーン。なるほど。はいということで正解はリンカーンでした。うわー、絶妙。惜しかったな。惜しかったシュワちゃん、シュワちゃん惜しかったわ。シュワちゃん惜しい。シュワちゃん惜しかが一番っ惜しいでもちゃんと大統領の名前を言えてるんです。まあそうね。はい、じゃあ、第8問、徳川第3代目将軍は誰でしょう。書きましたか？じゃあリムさんからはい、これどうぞ。こちら家光。はい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 。じゃあ次アゲインさんの回答どうぞ。僕はまあ一番ね、ちゃんとポピュラーだから知ってるでしょう。家康。はいはい。うんじゃあゆきみさん回答どうぞ。僕も徳川家光ですねああ、ちゃんとしっかりと正解をね。正解してんじゃないかなさすがにね。じゃあ書いていきましょう。どうぞ。あ、徳川何々。そうです。3代目。あ、3代目。3代目。あ、これはでもこうでしょう。家康。はい、正解は徳川家康でした。ここで外すのかよよしよしよし。やっぱポピュラーですからね。そう、他の選択肢が出てきませんでした。うん。うわマジでじゃあこれ最終問題ですね。はい9問。坂本龍馬の出身藩を答えなさい。ちなみにこれサンブさんは思考時間としてはどれくらい思考しました？結構速攻書きましたよね。おお、結構自信ありげな感じ。うん。てかこれっしょって感じがしました。おお。じゃあリムさんからはい、回答お願いします。こちらドン長州藩。なるほどね。これは知ってるでしょじゃあアゲイさんの回答どうぞ。僕もリムちゃんと一緒で、まあ有名な藩を出してきましたっていう感じです。薩摩藩。はいはいはい。うんじゃあユミさんの回答。これは完全回答になります半でも分からへんご飯。はいこれもう関西弁のイントネーションからバカにしてきてる。いやそんなことないよいいわいいわこちらはいですそれでは正解の方どうぞ。結構俺わかんぞ。お、はい。はいどうぞ。薩摩藩。うわ不正解です。嘘ちょっと待って高知の方。ああ、そうですね。あ、土佐。正解。あーくそー。はいということで正解は薩摩でした。あー、え、最後当たってたよ。そうなんですよね。最終問題終わりまして、ゆきみさんが0ポイント、アゲインさんが2ポイント、リムさんが不正をしているので0ポイント。並びましたねはい、ということで中卒王は中卒ってことやな。中卒王早い。いや一番中卒の気持ちを分かっている分かってるとはい、あなたは今日から中卒を名乗っていいです。いいわ。それはいらないわ。まあ皆さん大学はちゃんと卒業しましょう。しましょうということで、それでは協力ありがとうございました。